さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？最近は。今日はですね、生クリームを一切使わない、もう一滴も生クリームを使わないガトーショコラ、混ぜるだけです。こちら紹介したいと思います。最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、材料ですね、ビターチョコレートと薄力粉、あとグラニュー糖、あと全卵と無塩バター、こちらで作っていきます。はい。じゃあまず材料のですね、チョコレートを 600W のレンジで30秒っていう秒数で何回かに分けて完全に溶かしてください。じゃあちょっとかけていきます。はい。じゃあ材料の粉ですね。小麦粉は必ず1回ちょっとふるっといてください。中にダマがあったりとか、もしかしたらゴミが入ったりもするんで、1回ふるっとくのをおすすめです。はい。振るわないとこんな風に中にダマがあったりするんで、必ずふるってください。これ押して潰しちゃえば大丈夫です。はい、その状態で準備しておいてください。はい、じゃあ次バターと砂糖を混ぜていくんですけど、バターは結構こう柔らかい状態、硬いと全然混ざらないので、柔らかい状態で砂糖を加えていってください。はい、じゃあ砂糖ですね、入れちゃいます。でバターって油っていうイメージあるんですけど、水分を持ってるので、砂糖にそれを吸わせて、なじませていくっていう作業ですね。で、この後ここに卵を加えていきます。なのでまず砂糖とバターはしっかりとすり混ぜておいてください。泡立てる必要はないので、すり混ぜていきます。はい、混ざった状態ですね。この後卵を加えていきます。はい、これ砂糖とバターが混ざったものに、全卵ですね。割って溶いたやつです。でこれを3分の1も半分ぐらい適当にパッと入れて、混ぜたいんですけど、全部入れちゃうと混ざりきらないので、少しずつ入れていく感じですね。冷蔵庫から出したての卵だと少し混ざりづらいので、常温に出しておいた方が混ざりやすいと思います。これ泡立てたいんじゃなくて、ただこうすり混ぜたいだけです。なのでわちゃわちゃ泡立てる必要ないです。ゆっくり普通に混ざれば大丈夫です。こんな感じで卵を混ぜてつないでいってください。はい、卵を全部加えちゃいます。これ結構卵の量が多くてふわっと焼き上がるんですけど、この段階で最後全部卵を入れた段階で少し分離しちゃったとしても、ちょっと見えるかわかりやすい。ややちょっとね、ボソボソってこう分離しちゃった感じに見えるんですけど、分離してるんですけど、これ全然気にせずに、このままやっていって大丈夫なので、このままやっていきます。ただ、ある程度はしっかりこう混ぜておいてもらって、混ぜても分離しちゃった、全然気にしなくて大丈夫です。ただこの周りについてる部分だけ一回こう払って、なるべく生地全体が均一になるようにはしてください。分離しちゃいました、さっきと違って。じゃあこの後ちょっとチョコレートを混ぜていこうと思います。はい、じゃあ次チョコレートを入れていくんですけど、完全に溶けてることが大事です。で、温度は一応30度から35度ぐらいがいいです。なんでその温度がいいのかっていうと、これが例えば40とか45度になっちゃうとバターがすごい、溶け出しちゃうので、それ以上は上げない方がいいです。なので今これ31度とか32度ぐらい、これを、半分ずつぐらい加えていきます。はい。そしたら残りの半分も全部加えていきます。はい。これ見てもらうと分かるんですけど、すごい滑らかなクリームみたいになりました。これね、乳化してきたんで、乳化って水と油が混ざってきたんですけど、分離してても全く問題ないです。こうやって綺麗に繋がっていくので、焦らず気にせず混ぜてください。はい、完全に混ざりました。あとは残りの粉ですね。小麦粉を加えたら出来上がりです。この状態で焼くとちょっとね、フォンダンショコラみたいな食感に焼けるんですけど、今日は小麦粉を入れてしっかりガトーショコラにしていきたいと思います。はい、じゃあここに小麦粉ですね、加えていきます。
よく少しずつ加えるとかいろいろなんか説明があるんですけど、もう一切気にせず、ふるった小麦粉を、もうこうやって一気に入れてください。で、泡立て器で、ちょっと粉飛んじゃうんで、ゆっくりゆっくり混ぜていってください。はい、混ざりました。これ混ぜすぎとか一切ないんで気にしないでもらっていいんですけど、こう混ざれば OK です。最初から最後までも泡立て器でできちゃうので、めちゃくちゃ簡単です。これを型に流して焼いていきたいと思います。はい、今日型なんですけど、5号サイズ15センチですね。の型で、底が取れるようなやつになってます。中と底に紙を引いてます。で、この段階でオーブン180度に予熱のスイッチを押してください。で、焼くのは170度です。10度下げて焼きます。焼き始めの温度が低すぎないように、ちょっと高めの温度で予熱して、その後焼いていきたいと思います。では、型に流していきます。はい、ちょっと今生地入れたんですけど、綺麗に平らになってないので、ちょっとトントンで叩きつけて、これちょっと生地が柔らかいので、こうやってスプーンの反対側を使って表面を平らにした方が焼き上がりが結構綺麗になるので、ぜひ平らにして焼いてみてください。スプーンが結構おすすめです。こんな感じですね。これでオーブンに入れて焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。いい感じです。さあ、焼けました。これこのままちょっと粗熱取って、その後カットして食べていきたいと思います。食べちゃいます。さあ、最後までありがとうございます。ちょっと食べてみたいと思います。めちゃくちゃしっとりしてますよ。美味しい、これ。いや、しっとりしてます、めちゃくちゃ。ちょっとポイントのおさらいですね。バターの硬さ、これを柔らかい状態にキープしておいてもらえれば、お砂糖入れて結構混ぜやすいんですよ。でバターがちょっと硬かったりすると全然混ざっていかないので、バターがすごい柔らかい状態にするっていうのは結構ポイントです。あとはもう全然こう混ぜていくだけで、混ぜまくって型に入れて焼く。これだけでめちゃくちゃ美味しいガトーショコラができちゃいます。あとはもしこだわるんだったらチョコレートの品質ですね。これにこだわってください。それだけでめちゃくちゃ美味しくなりますので、ぜひやってみてください。最後までありがとうございます。ぜひコメント、高評価お願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。